強の空力を目指したお話。こんにちは、よすけです。前回の動画でルール無用マシンの最適な大きさが決まりました。ローラー幅は 109mm、ローラーベースは 117mm です。今回は JCJC の鬼門、LC 攻略について考えていきます。LC 攻略を大別するとこのようなものがあります。1は最も一般的で、ゆとりん選手のマシンが代表的ですね。その他、コウノトリ選手の電子制御 ABS や、ユータ選手のパラレロ、可変ローラー機構も、ローラーによるダウンフォースを使っています。2の底面のファンによるダウンフォースは、ユータ選手をはじめとした多くの選手が採用していて、アズパカ選手の空力が有名ですね。1と2を組み合わせたマシンが、現在のルール無用界隈のメインストリームになっている感があります。3は F1 のように、ボディ形状でダウンフォースを発生させる手法で、松西選手のマシンが有名ですね。で、今回ヨスケが考えているのは3プラスアルファのマシン。早速 3DCAD で設計していきます。いきなり、ドン。見た目はこんな感じです。上から見ると、ローラー幅は 109mm、ローラーベースは 117mm の最適配置になっています。前から見て、ここが地面です。このボディの突起はスカート形状になっています。ボディの後ろ側に隠れているのはプロペラです。横から見て、これが前後のタイヤ、13mm ローラーです。先ほどのスカート部の地上最低高は 1mm になります。この4つは上下段の 13mm ローラーで、スラストワレードとしています。そしてこれが電源スイッチです。断面を見ていきます。この胴体の中にあるのがバッテリーで、皆さんおなじみの、あれ、を使用する予定です。ここにファイ 6mm のコアレスモーターを取り付けて、ドローン用のプロペラで推進します。モーター1つにつきバッテリーが1つ、それが2セットで強力な推力を発生させる予定。最後に胴体の断面形状について、断面は翼形状になっています。今回は原始的な翼形状である、クラーク Y を上下逆さまにして採用しています。翼の長さは 100mm。代表長さを 100mm として、流速を JCJC を2秒で走ると仮定した 10m/s。その他の物性値を適当に与えると、レイノルズ数は約6万となります。レイノルズ数6万程度のクラーク Y の特性を調べると、向かい角10度ぐらいまでは失速。つまり、揚力係数、ダウンフォースの減少、及び効力係数、空気抵抗の増加が起こらないようなので、向かい角は10度としました。向かい角10度の時の揚力係数を 1.3。翼面積を 100mm×91mm で 0.0091 メートル2乗として、ダウンフォースを計算すると 0.7 ニュートン。車体重量を 40g と仮定すると、ダウンフォースの加速度は 17.5 メートル毎秒毎秒。重力加速度、9.8 メートル毎秒毎秒の約2倍の加速度です。飛び出しの初速を10メートルパーセカント。打ち出し角度を LC のスロープと同じ10度。ダウンフォースを加味した重力加速度を 27.3 メートル毎秒毎秒。として弾道計算を実施すると、飛距離は 1.25 メートル。LC 頂上のほぼ平らの区間の長さは約30センチメートルなので、この計算結果では CO まっしぐらとなります。だがしかし、このマシンのユニークポイントを考慮。リアのプロペラは翼の中心線上についています。かつ推力を発生するために、マシンの速度より、速い流速で機体を後方に噴出させています。噴出させている機体の流速をマシンの速度の2倍、20メートルパーセカントと仮定すると、翼の上下面の流速も約20メートルパーセカントとなります。翼周りの流体の速度を20メートルパーセカントと仮定し再計算すると、ダウンフォースによる下向きの加速度は70メートル毎秒毎秒。弾道計算の結果の飛距離は43センチメートルとなります。
さらに翼先端と胸愛部の断面積の差によって、離陸直前までベンチュリー効果による、ダウンフォースが発生。打ち出し角度が半分の5度になったと仮定すると、飛距離は 21cm。LC 頂上のほぼ平らの区間で着地できる計算となります。つまり、全翼ボディとプロペラ推進の組み合わせ。ヨスケはこれを、全翼ミニレイクと名付けることにしたよ。ということで、3D プリンターで召喚。レジンはいつもと同じ K プラスを使用しました。光合成高人性の良きレジンです。洗浄して二次硬化したものがこちら。光造形なので表面は滑らか、寸法精度も良きです。こちらは左右のサイドパネル。タイヤも 3D プリンターで召喚したものに、520ベアリングを組み付けています。こちらがコアレスモーター。直径 6mm の長さ 15mm。定角 3.7V で66300rpm となります。ドローン用のプロペラの直径は 42mm。後方に流体を噴出するように、逆に取り付けています。これがスイッチとコネクターです。各サイドパネルに一つずつ取り付けます。例のバッテリーを組み付けて完了。翼ははめ合いで、ビス2箇所で固定しています。動作確認。いい振動だ。プロペラの回転によるモーメントを打ち消すために、左右でモーターが反転するようにしています。ローラーを取り付けて完成です。見た目もなかなか良いぞ。体重チェック。38.3Y、76.2g。これはだいぶ重たい。仮定していた体重 40g の約2倍だ。いきなり爆散を避けるために、頑丈に作りすぎたか。が、再設計には時間がかかりそうなので、このまま走らせてみよう。いざいざ、シェイクダウンと言ってみましょう。いきなり爆散を避けるため、コースは LC なしのフラットコースにしています。スイッチ、オン。さあ、その有り余るパワーを見せて。ウェーブを通過できませんでした。原因は、タイヤを固定するナットが飛び出てた。CAD ではナットを書かなかったので、完全に検討から抜けていました。ヨスケはヤスリから逃れられない運命にあるようです。ヨスケの HP を3000削って修正が終わりました。いざいざ、シェイクダウン、と言ってみよう。今度はちゃんと走っている。が、タイムがそれほど良くないぞ。JC を2秒ぐらいで走るためには、1周はだいたい 0.7 秒で走らなければなのだが、1.1 秒はかなり遅い。これはもう、ウェーブでまだかすっているということに、動画ではしておこう。とりあえずコーナーをスローモーションで確認。コーナーでのインリフトもアウトリフトもなし。ダウンフォースはちゃんと効いているようだ。ではでは、本番 JC と言ってみましょう。その空力、視聴者に見せつけるがいい？おのーれー。やはり重すぎたか。でもこれは想定内の結果。ダイエットさえ成功させれば、どうにかなるはず。その他、改善案としてこんなのを考えています。なので興味があったらチャンネル登録してくれよな。ということで今回はこの辺で。ではでは。